こんにちは、ティーチングプロの竹内由美子です。今日もオフィスからお送りしてます。今日は主婦のように掃除機、これを使って皆様にグリップ、ゴルフのグリップですよ。これもグリップじゃない、ゴルフのグリップについてお話しします。じゃあ今日もレッスン始まるよ。今日はグリップについてお話しします。ゴルフのグリップっていうと皆さんオーバーラッピングとかインターロッキングとか10フィンガー、この3つぐらいは聞かれたことあるかなと思うんですね。で、握り方って本当ゴルフの振り方覚えるだけでも大変なのに握り方って覚えるの大変ですよね。でその握り方をね、今日私ちょっと持ってませんがシングル、9というグローブをねちょっと作りましてですね、はい出てますね。この辺に今出てますかね。線が書いてます。でそれで線に合わせてクラブを持つといいですよっていうことなんですが、グリップ、そもそもグリップの目的ですよね。これ掃除機です。で先にヘッドがついてますよね。でゴルフのクラブもこのように棒があって先にヘッドがついてるっていう。で掃除機って掃除する時にこの先を動かしますよね。掃除機なんてこう縦ですけれども、ちょっとこれアイスホッケーのねスティックと想像してください。ホッケー私もしたことはありません。多分ほとんどの方皆さんアイスホッケーしたことないと思いますけど、見たことありますよね。想像できますよね。こんなねスティックの先でこのね、なんて言うんでしたっけ、パックかな、はいね、あれをそこのねネットゴールにめがけてパシーンってやりますよね。パシーンってやる時のこの先を動かすこの動きとゴルフのクラブを持ってヘッド先を動かすっていうのと非常に似てます。でただゴルフはこのアイスホッケーみたいに床スレスレでパシーンっていくよりも上げますよね。クラブを上げるので上げるところはちょっと感覚違いますが、この床とスレスレのあたりっていうのはもうほぼほぼ同じような動きをします。でもゴルフはなんか同じようなところを右手、左手の下みたいにこうやって互い違いに持ちますよね。同じところをこう一緒に合掌のように持つっていうのはパターでね合掌グリップっていうのありますけど、飛ばすためのアイアンとかドライバーと飛ばすための先を動かすためには互い違いに持ってます。そもそもそういうふうにヘッド先を動かすっていうのがグリップの持ち方の目的っていうかなので、ヘッドを使いたいためにどういうふうに持つかっていう話なんですね。でジュニアね、子供たちねに何も言わずにクラブを持ってボールあっちへ飛ばしてっていうと、最初ね反対にこうやって持つ子どもたちが結構多いんです。でも誰一人として同じところを持って一緒のね合掌グリップでこうやって動かす子どもは誰もいないです。もう勝手に持たしたらほぼほぼちょっと逆手にこういうふうに持って動かしますし、慣れてきたらこういうふうにゴルフのグリップみたいに右を下に持ってとかいう子もいます。とにかくもう本能的にこの先をヘッドをね使うっていう時にはこういうふうに持つよっていうことが分かってるんですよね。でしかも間をこういうふうに開けます。同じとこを持つとこの掃除機の先でも頭重たいですね。でこういうふうに持つことで先が軽く左手をちょっとこう安定させて右手が多くこう扇のようにね動く。これで軽くこの操作できるわけですね。ヘッドの操作ができる。でこの動きをやるための握りなので、別に指かけようがかけまいがもう関係ない、好きなように握ってほしいっていうことです。で左は右手よりも体の近くですよね。こう持ちますから。で右手は体よりも遠い。でゴルフのクラブこれね掃除機ですけど、ヘッドが上にある時って言ったら右手がこう左手よりも当然上になりますよね。でゴルフはボール下にあるのでヘッドを下にするとこの腕が
ひっくり返って左が上右が下になりますよね。これ当たり前のことですね。でこれが当たり前じゃなくて、結構ね右手上左手下ヘッドが上でここから下ろした時にヘッドだけ下ろして手がひっくり返らない、こういうふうに持ってしまう人初心者さんとかが多いです。でこれってアドレスおかしいの分かりますよね。肩腰が平行じゃなくてこのままヘッドを下ろして右手が上左下でこれがヘッドが下になるので手もひっくり返って左が上右が下になるとちゃんと肩のライン腰のライン崩れないっていうの分かりますかね。でこういうふうに、グリップをこの先を動かすために持ってもらってで腕もそれに今私はね一つのことをやると2つぐらいやりたいんです。ちょっと厚かましいですね、すいません。一石二鳥型なんで1個グリップのこの動きをやろうと思った時にはもう腕も一緒にセットにしてね、ちゃんとセット覚えちゃいましょうと。グリップだけがちゃんと持ててるのに腕が違うともったいないのでね一石二鳥型で、やります。で、先が動かせるのこのヘッドの先がこういうふうに動かせるっていうのが目的なのでホッケーみたいにね。なので、握り方は自然に左手を安定させるし右手のひらっていうのは打ちたい方向に向けて持つっていうのがこう自然な動きだと思います。それでほぼほぼゴルフのグリップと同じような握り方になります。あとこの両手の感覚を近づけてきてすごい重ねてこう人差し指と右の小指と絡めるのがインターロッキングですしそれの少し浅いバージョン右の小指が左手の上にちょっと重なるのがオーバーラッピングですし、そこからもう小指かからない10本の指でしっかり握るのが10フィンガーと言われています。で練習の時には今ホッケーっていうか言ってますようにこうね両手を離したスプリットグリップっていうんですけどこういうふうに持つあるいはジュニアね子どもたちはほっといたら最初はこういうふうに離して持ちますよ。なぜならホッケーとかこれ掃除機って縦にしますけどほうきとかね横にヘッドを横に動かす先を横に動かす時って離してる方が動かしやすいっていうのがもう本能的に分かりますよね。一緒のとこ持ってると非常に効率が悪い。なのでとりあえずこの間隔を空けて持つスプリットグリップこれありなんですね。で生徒さんとかに結構多いのがですね右手と左手をすごく詰めて両手の間隔を空けずにですね一緒のところに近いぐらいだから指23本が重なってる人が結構いたりします。でそこは一緒のとこを持つと今言ってるようにヘッドの先がね効率よく動かないめちゃくちゃ重たくなって安定性が悪い操作性が悪くなります。なので少し離して持つ方がいいですよっていうことを言うと離していいんですかここは一緒に一体感を持ってって言われるじゃないですかって言われるんですね。一体感を持つっていうのは合掌するってことじゃなくて面と面とが手のひらがあった状態でずらしてもこれは一体感があるっていう表現をするので、ね、ゴルフのねちょっと言葉ってややこしいんですけど合掌してくださいっていう意味じゃないです。一体感っていうのは面を合わせてそしてずらすこの先をね使いたいからずらすこんだけずれてますけど面と面は合ってます。これが一体感なのでこれを一緒のとこをこういうふうに拝むようにして持つということじゃないんですね。そうするとへーって言ってちょっとびっくりされる方もおられます。そしてこういうふうに両手の間隔を空けてねスプリットグリップで、ホッケー選手になったつもりでこのボールをそこのねゴールに入れてみましょうみたいにすると結構綺麗なアプローチとかですね動きができるわけなんですね。それを変にですねちょっと知識があってハンドファーストとか言ってハンドファーストみたいにグリップ先行とかやるとですね実際全然ヘッドがボールのとこに戻ってないわけですね。なので、ヘッドがこれは掃除機ですけど、自分の真ん中そしてグリップエンドが左股関節これがゴルフのクラブの構えですよね。で、この状態に左股関節のところにグリップを置いて、このヘッドを動かすような動きがゴルフのスイングです。
だからお掃除する時もねこの掃除機を、こう縦に動かしますけどこうやって離して持ちますよね。一人もこうやって同じとこ持ってる人ってまあいないと思うので先をねこう操作するためには離して持つ。でゴルフは掃除機のように縦じゃなくてホッケーのように横にこう動かす。ボール向こうに飛ばしたいからね自分の、右打ちだったら左に飛ばしたいっていうことで、この動き。そしてもう一つね付け加えるならばこれを勢いよく、ホッケー選手のようにそこにゴールさせようと思うと必ず足ホッケーの選手とかスースーと来てそしてこう踏み込んでバーンっていくじゃないですか。こうじっとしといてうんってやるよりもちょっと一歩踏み込むだけで勢いがブンってつくって感じ分かりますよねなんとなく。それで左のこう踏み込みとか足との連動かかと踏み替えブラブラブランコっていう回があったと思うんですけど見ていただいたかな。まだの方はぜひ見てくださいね、ご覧くださいね。そしてその回で言ったようにかかとのこう、ね、踏み替えということは股関節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 こういうので勢いがついてきてシュパーンとこうちっちゃい動きでボールをね飛ばすっていうことにもなりますので、グリップの握り方は自由です。そして先を動かすためにたまには間隔を空けてグリップして一回好きなようにやってみてください。ね、そうすると意外とスパーンとねこれも実話です。実は昨日起こった話です。本当の話ですよ。こうやってねアプローチですごいシャンクに困ってた生徒さんおられたので話してみたらどうですかって言ったら本当にうまく打てたんですね。早く先生これもっと早く教えてくださいよって言われたんですけど私スプリットグリップのこと言ってなかったかなってねちょっと反省してました。もうとうにお伝えしてると思ってたんですね。それくらい効果があるのでぜひ皆さんもグリップあんまり握り方気にしすぎないで先を動かすということで遊んでみてください。今日のレッスンいかがでしたか。今日はおうちシリーズですね。ちょっと掃除機を持ってやってみました。グリップ自由に使ってみてください。今日のレッスンが良かったな、試してみよう、面白そうだなと思った方はいいねボタン、サンクスボタンもお待ちしてます。チャンネル登録もよろしくお願いします。では次の動画でお目にかかりましょう。